バビバビバババンババンバンバアビバババンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアリバババン。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ、ゆりたん。そして、そのままくたばらないように、ご注意くださいませ。もうなくなったな。ゆりたん。チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをいなくなったな。ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ゆりたん空っぽなんだよな。ずっとみんなが食べてる姿をもじーっと見てたよ。じっと見てても食べれないんだよね。今日はすっかり綺麗になったな。いつも残ってるな。で、ゆりたんまであっちに行っちゃったから、舐めるかもしれないから、どっか猫の姿ゼロになっちゃったちゃうかな。さっきまでずっとこのリンゴベッドの上に猫団子になってたからさ、動かせなかったんだよね。だからまあ別に映ってるからいいかと思ってそのままにしといたけどさ、なんでいなくなるのもう何なのはい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。誰もいない。はい。一人ぼっちのジャスティース。今日も塩入りのさゆでございます。あったかいな。なんかね、うすら寒いっていうのかな。まあ、薄着してるせいかもしれないんだけどさ。着込むと暑いのよね。なので、こんな感じでね。で、お湯を結局、飲んでなかったので、ポットに残ってるお湯を使って、塩さゆを作りましたよ。はい。ゆりたんが早速来ております。はい。今日はゆりたん
お風呂入れてないな。明日の朝かな。どうなんだいな。必ず一回はするな。油断大敵よね。はい。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆さん、こんばんは。ボスは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピヨンさん、ジャスティース。カニタンさん、ジャスティース。てんたまさん、ゆりさん、早いね。ちょっといきなり、油断大敵な状態にございますよっていうね、感じですよ。いかにもしそうな感じなのになかなかな、こうやって準備してるとしないのかな。で、全然準備してないときはもう一瞬でさーってやる。かわいいんだよね。可愛くないけど、行動は可愛くないけれども、リターンが可愛いんだよね。しょうがないね。リターンもしたくてしてるわけじゃないもんね。ごめんな。はい。で、今日は何の話しますか？今日も眠いな。で、今日もというか今日は土曜日なので、どうかな、農協やってるかしらって思ったけど、農協やってたね。やってたけど、昨日と同じで、野菜の苗の売れ残りが置いてあるだけだったので、野菜はなくて、で、昨日ね、歯医者の帰りにさ、八百屋があるんでね、八百屋に行って、まあ今安い言うほどの野菜はないんだけど、まあキャベツが158円、まあ税込みで170円だったのでね、まあキャベツにすっかと思って、キャベツ買ってきてたんだよね。で、それ忘れて、あ、そうだ。今、うちにキャベツあるかと思ってね、今日は昨日買ってきたキャベツを使って、キャベツの味噌汁に、えっと、玄米がゆな。玄米を入れて、キャベツの味噌汁がゆにして、今日は食べました。ふーちゃん戻ってきたな。で、昼間あまりにも眠いでさ、向こうの部屋に行った時に、なんかそのまま寝ちゃったんだよね。なんか寝ちゃってて、昼寝しちゃってて。で、にゃんこがさ、いちいちね、最近付き合ってくれるんだよね。で、クータがさ、あの、向こうの部屋で、カーテンの裏にいてね、あ、なんだクータそこにいたのかと思ってね、そこで付き合ってくれてたんだなと。にゃんこは昼寝にまでね、いちいち付き合ってくれてるところがな、律儀で可愛らしいよって感じな。結局、ゆりたんにおしっこされてしまいました。敗北。チーンって感じ。ピヨンさん、キャベツは生でかじりついてますね。ケーキのように食べたもんな、ピヨンさん。な。私はキャベツは生で食べると胃が痛くなるからな。あんまり食べれないって感じな。てたまさん、勝利、ゆりさん。負けました、今日はね。なんだったっけな。今日行って、キャベツのスープ、味噌おかゆにして食べたよって話ね。で、昼寝したよって話か。でも眠いから今日さ、もう全然動画編集する気にはならなかったんでね。で、今日も映画をさ、見始めたわけ。夕方からさ。そしたらさ、今日見始めた映画な、まあ、大概ほら映画って2時間ぐらいじゃん。だから4時ぐらいから見始めれば、まあ6時に終わるから、なんて思ってさ、4時ぐらいに見始めたらさ、今日の映画3時間だ。長っみたいな感じでね。なので、7時近くまでやってたんでね、ちょっとライブの告知とかがね、遅れましたっていうね、状態でございました。
はい。終わり。今日の話以上終わり。あとはもう今日見た映画のネタバレを話すしかもうないよ。どうしますかというね、感じですよ。今日は4月の27日。何の日だ今日ってゴールデンウィークなのか。じゃあなんだろう。ゴールデンウィークっていう文字を入れとけば検索されやすいのか。どうなのか。相変わらずすれば今日もさ、いろいろとなりすましアカウントの被害に今日も遭っておりまして、格闘しておりますよって感じ。そういえばゴールデンウィークだからね、そうそう、鯉のぼりが出てたよな。そっか、と思って。ね、鯉のぼりの季節かと思って、大阪にもね、あったよ、鯉のぼりな。で、地元にもさ、最近黒缶買いにさ、ちょっと歩いていかなきゃいけないドラッグストアまでわざわざ黒缶をさ、買いに行ってんだよね。ほぼ15%引きのクーポンがほぼ毎日のように出るんでさ、出た時はと思ってさ、最近行くんだけどさ、その途中にも、なんかマンションでね、鯉のぼり飾ってるところがあってさ、おーと思ってな、鯉のぼりの季節だったな、なんて、思いました。てんたまさん、3時間の映画といえば、オッペンハイマーオッペンハイマーってどういう映画だオッペンハイマー。最近の映画だっけなんか、あれだっけ原発じゃなくて、なんだっけ、原爆の作った人の映画だったっけと、最近の今上映されてる映画かなスリラーなんだよね。そう、だからさ、なんかね、おすすめされて興味深いなと思ってちょっと見たいなって思う映画さ、大概、なんだ、ジャンルがさ、スリラーなんだよね。で、スリラーなんて見ないんだけどなぁなんて思うんだけど、映画のジャンルほとんどスリラーが多いってことオッペンハイマーっていう、ね、人の映画なんだね。で、と、どんな人、なぜ公開されない、我はシナリの言葉、日本公開されない、あ、そうなの日本で公開されてないの最近は公開されるようになったってことじゃあ、だいぶ前に作られた映画っていうことなのかな。第二次世界大戦下、世界の運命を握った天才科学者オッペンハイマー。ね。ギリギリ、ギリギリ大学っぽいな。よかったよ。原爆の父と呼ばれた一人の天才物理学者、オッペンハイマー。平和とは何かを問う。オッペンハイマー、の姿を栄光と没落の生涯を実は、原爆の父、アメリカ。私が一番見せたなかったのはオッペンハイマー。はい。日本で公開。広島の人々はどう思ったえーっと、日本全国で始まった、じゃあやっぱりそうなのかね。日本では公開されてなかったのが、ようやく公開されたみたいな、そういう映画なんか。天様さん、藤子さんは映画館には行かれないのですかね。高いもんね。日本の映画高いもんね。天玉さん、今まさに公開中ですね。なんか、確か話題というか、ね、YouTube のサムネかなんかでね、見たかな。思い出記憶があったのでね、それかなって今ちょっとふと思ってな。そう
映画館ね、行かれないよね。前はさ、なんだっけ、優待、株主優待でさ、その映画ね、映画の株を持ってればさ、優待券とかもらえたけどさ、それもな、持ってないし、あとはまあ映画の株じゃなくても、その映画の優待券くれる優待があるね、株とかもあったんで、まあそういうの買って、でね、なんか行ったことは、まあ何度かあったかなぐらいな感じだけどさ。で、そんなにね、興味、興味ないっていうか、だからなんだろうな。あまり、自分でこれ見たいみたいなことがほぼないんだよね。まあ、行って、この中からどれ見るか、ね、見られる映画でどれ見るかっていうので、まあ、選択で、じゃあこれかな、みたいな、そんな感じなんです。結局、なんかあんまりね、見たいなっていう映画を見に行くっていう経験がないっていうかさ、なんかな。で、人に、これ面白かったって言われて、そうなんだ。ちょっとそれは見てみたいなって思うのは、もうさ、上映されてないね、昔の映画とかをおすすめされて、みたいな。だから今上映されてる映画で見たいなって思うことが、まあないっていうのかな。そんなにお金出してまでっていうのかな。ねえ。なんで日本の映画あんな高いんですかっていう感じ。てたまさん興味ないわ、あら。な、まあ、作り手側ですからね。そうそうそう。そういうのはあるんだよね。だからもうほんとね、ありとあらゆることにね、詳しい子が、まあ、私の、幼馴染というか、唯一ね、未だに付き合ってくれてる友達がさ、いるんだけど、その子がそういうタイプなんだよね。ありとあらゆるいろいろさ、世の中の有名なものはさ、知ってるっていうか、まあ私が知らなすぎるんだと思うんだけど、だからよくその子がさ、なんとかかんとかって知ってるって言うわけよ。私にさ。で、いつも私がさ、知らないっていうかさ、もう、って、ってなるわけよね。で、すいません、みたいな感じで世の中のことね、あんま興味なくて。自分がやるのでいっぱいいっぱいでさ、そう。だから作ってる時間が必要なわけよ、作り手ってさ。だからあんまりね、見てる時間がね、ないっていうの。まあ、それでもね、作り手でもさ、知ってる人は知ってるからさ、まあ、やっぱりちょっとね、時間の使い方というかな、興味の行き先が違うっていうだけなんだと思うんだけどさ、作り手でもね、やっぱり知ってる人は、だからいつそんなのさ、見てる、考察してる時間あんのかなってさ、すごい不思議で不思議でしょうがないわけよ、私からしてみたらね。でもまあ、そういう人もいるからさ、そういう人と比べられちゃうとね、まあね、言い訳ですけど。言い訳ですけど、みたいな感じになるけどさ。まあ、ほんとね、知らなすぎるわけよね。で、最初はね、岩合さんすらも知らなかったわけよ。岩合さんも知らなくて、で、その子には教えてもらったわけよね。で、その子が今は違うんだけど、前は三越に、三越で働いてたわけよね。で、その三越の催事でさ、なんだ、従業員優待っていうのかな、割引っていうのかな。だから、タダ券が結構ね、しょっちゅう手に入るみたいなんだよね。で、まあ、岩合さんだったら、猫の写真家だからさ、ね、私が好きだろうっていうのでね、喜ぶかなと思って、で、岩合さんのチケットがあるけど、みたいな感じでね、で、知らなくて誰それみたいな、そんな感じだったんだけど。で、行ってみたら猫の写真展だったもんでさ、おーと思ってね。
で、それで、まあ自分の興味のあることはね、教えられて、その後覚えるんだけどさ、興味のないことに関しては、まあ、なかなか覚えられない。覚えられないよね、みたいなね。で、まあ、女の子なんで、普通だったら興味ありそうなこと、要はアクセサリーなんかアクセサリーの展示会とかさ、そういうのもあるんだけど、なんかもう全然そこは興味が湧かなくて、えーっと、いいっすみたいな。いりませんみたいなね。そんな感じ。で、たまさん、岩合さんの写真展、こちらの三越でもたまに開催していますね。そうそうそう。だから、東京でやったら今度またね、違うところってなんか、移動していくんだよね。そう、だから、三越でやってると思うね。で、あと、なんだっけ、あ、笠間行った時か。笠間行った時にやったら、その岩合さんかなの猫のポスターが貼られてたんだよね。だから、ああ、なんかきっとやるんだろうな、なんて思いながらね、なんか懐かしいなって思いながら、で、まあ何度かね、くれるんでさ、まあ見に行ったんだけど、まあでも大概同じ写真が飾ってあるだけっていうのかな。で、もうね、だいぶ、見ましたので、まあいいか、みたいなね。まあいいかっていうか、もうその子もさ、三越で働かなくなったんでね、もうそのチケットはもらえないんで、見に行ってないですけど、今は。ただもう結構見たんでね、だからもういいかなっていうので、まあ、満足したんでね、十分ですっていう感じ。ジャパンさん、三越かき揚げ1個1800円だった。どんなかき揚げなのそれな。てんたまさん、1800円って何のかき揚げですかね？何を使ったら1800円なのかな？かき揚げ、ホタテいっぱい入れて1800円とか、あと何があるかな？ 1800 円になりそうなかき揚げの食材な。よかった。勝利しました。勝利しましたよ。ねえ、ゆりたん、やっぱりこれ、後でお風呂入ろうか。お風呂入った方がいいかな、これな。カニタンさん、衝撃で目が覚めました。1800円のかき揚げ。何入れたら1800円なのかね。ジャパンさん、高くて買えなかった。まあ、高くて買えないもの、三越にはいっぱいあるけどな。もう見てるだけって感じね。眺めてるだけみたいなね、感じよね。だから三越行っても、その岩合さんの写真展見て、で帰るみたいなね。もう行って帰ってみたいなね。ただもうその、えー写真展やってる場所まで行って、で、ただ帰るみたいなね。別に他のとこ言わないみたいな。そんな感じだったからね。あんまり三越で何売ってんのっていうの知らないんだけどね。天太さん、敗北ゆりさん。でもまあ今日昼間もやられてて、全敗っていう感じなので、何戦したんだろう。何戦したかわかんないけど、一勝しかしてないって感じ今日な。ジャパンさん、ホタテ、エビ、玉ねぎの普通のかき揚げ、普通なのかな？ホタテとエビが入ってる時点で、私的には普通じゃない。普通じゃないよ。私の普通は玉ねぎと人参のかき揚げが普通だよ。まあ、あとはなんだろうな。コーンが入ってたら、そこそこ、おうっていう感じのかき揚げかな。ネギ、長ネギかな。わかんない。あんまりかき揚げ食べないもんね。
なんだ、丸亀に行って、ね、かき揚げの天ぷらをさ、乗せたりとかすればあるかもしれないけど、丸亀行ってもほら、天かす入れられっからね。だからあんまり天ぷらを追加することないっていうか、もうね、どうしようもなく、どうしても、なんだ、茄子の天ぷら食べたいとかさ。そういうのあるときはね、まあ乗せるけど、そうでなければ、ね、天かすあるからいいかと思って、まあ乗せないかな。なので、なんか、なんだっけかき揚げのノーマルがまずちょっとわからない。天玉の野菜のかき揚げですね。そういう意味か。あと何があるか。うちで母親が作ってたかなと思われるかき揚げでいくと、ごぼうかな。ごぼうと人参かな。で、世の中的にはなんかね、ネギだったから、そうなのかっていうね、衝撃を覚えた気がするけど、ほら、ああやってさ、団子になってたわけよ。で、あそこから動かせなかったわけよね。まあ、映ってくれてよかったよ。もういなくなっちゃって、ってなってたからな。戻ってきてくれてよかったよ。てったばさん、ごぼうのかき揚げも美味しいですね。ね、そう。なんか、確か、まあ、母親もあんまりかき揚げを作ってたなっていう記憶はないんだけど、なんか作るとしたらごぼうと人参だった気がすると思ってね。で、ほら、よそ行くとさ、ネギだし、で、コーン入ってたりするし、コーンが入ってるっていう。なんかちょっと感動みたいなね、感じがあった気がするんで、ね、かき揚げいいよな。かき揚げいいよな。そうで、蕎麦か。うちで作る蕎麦の時に、スーパーでね、なんか揚げ物、かき揚げがあるとさ、野菜がたっぷりな感じがするんで、で、かき揚げ買ってきて、で、なんかトッピングすることがまあ、あったかも、みたいなぐらいかな。そんな時にかき揚げね、食べるかなっていう感じで、そんなないんだよな、かき揚げ食べるシーンがな。あれか、あとは、そういうお惣菜でかき揚げ買ってきて、で、ご飯に乗せて、で、まあ、天丼みたいにして食べるとちょっといいかっていう感じなんだろうな。それが、でも、かき揚げが、ね、そうやって節約しようと思ってるつもりのかき揚げが、そもそも1800円だった場合にはみたいな、そういうことかな。ね。で、三越の話。三越で何があったかなあと何があったっけ世の中の知らないことね、そう。で、あとさ、ラクダの絵の人いるじゃんか。ラクダの絵の人もさ、知らなくて、で、ほら、三越でそのね、岩合さんだけじゃなくてさ、そういうラクダの絵の人の、作品展っていうのかな、もうやってて、で、それで見に行ったことあったかなって思うんだけど、まあ、おそらく有名なんだろうね。知らないしさ、知らないしさって感じ。で、あとは、まあ、元旦那さんもそういうタイプだったかな。世の中の有名なもののことは、まあまあ知ってるかなっていう感じで。で、私があまりにも知らないんで、なんかもう、っていう感じでね、もうバカにされまくり。バカにされまくりの人生だったよねっていう感じね。もうほんと離婚できてよかったよ。てんたまさん、衝撃の価格設定、そうだよね。価格設定な、そんな値段つけられたらいいなって思うよね。どうしよっかな。どうしよっかな。何にそんな衝撃な、価格設定しようかな。だからさ、
メルカリのさ、新しい新機能なのかわかんないけどさ、1日100円ずつ値下げしていくみたいな機能あるじゃん。それでね、毎日毎日値下げしてもらうために、なんか衝撃の価格設定にしちゃおうかな、どうしようかなって思う時あるわけよね。思うんだよね。どうしようかな、それやってみようかな。カニタンさん、富山のアンテナショップで白エビ入りのかき揚げを、なるほどね。たまに買えます。なるほど。1枚2、300円ぐらい。そうなんだ。でも、富山のね、白エビで2、300円だったら、っていうか、1800円って聞いちゃったからかな。1800円って聞いちゃって、それと比べちゃうからかもしれないけど、2、300円だったら、ね、全然よくねって感じね。ジャパンさん、ちなみにそのかき揚げ店の屋号は山の上ホテルでした。なるほど。なんか山の上ホテルってなんか聞いたことある気がするね。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとーくやっておりますよ。てんたまさん、大吉さん、こんばんは。はい。では、タロットカードタイムに行こうか。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。カニタンさん。山の上ホテルの天ぷらは、超高級みたいですね。そうなのね。なるほどね。まあ、そこまで行かないでも買えるんだから、いいじゃん、みたいな。そういうことなのかね。てんたまさん、ググったら1800円の天ぷら出てきました。あるもんだね、世の中にはね。そういえば値段わかんないんだけどさ、天一っていうね、天ぷら屋さんに行ったことがあるわけよ。ご馳走してくれるからっていう話でさ。でもまあひどいわけよ。何がひどいかっつったらな。まあいろいろひどかったわけよね。天一が悪いわけじゃなくてね。ジャパンさん、わらわら。天玉さん、薄い木箱に入ってますね。箱代か箱代かな。まあ、なんでもインパクトだしな。まあ、感動を売ってるんだからな。まあ、そもそも素材の値段っていうわけではなくてっていうことなのかもしれないよな。そうで、天一っていう天ぷら屋さんに行ったことがあるんだけど、ご馳走してくれるからって話だったんだけど、そうじゃなくて、最初は、なんかね、飲みによくね、自分が飲みたいからっていう理由でさ、連れてってくれる人がいるわけね。で、ね、飲みに行くから、で、来ないかっていう話で、で、その日私は用事で出かけてたわけよ。まあ、用事っていうか趣味のね、あれか、環境室だかお返し教室だかの、予約を入れてて、受けてる最中で連絡が来たわけよね。で、まあ一応それ終わってから参加できる時間だったんで、まあ荷物はあるけどさ、そのパンだかケーキだか作ったやつがあるからね。それがちょっとめんどくせえなとは思ったんだけど、まあ時間的には参加できなくないから、まあいいよ、わかったよ、行くよ、合流するよ、つもでさ、合流したわけよね、荷物持ってさ。で、散々その安い居酒屋でさ、飲み食いして、で、天一行こうみたいな話になって、はあ、もうなんでみたいなね。もうだったら最初から連れてってくれればいいじゃんっていうことでさ、なんかご馳走してやるから天一行こう。
話になって。で私はやっぱりさ、その天一っていうお店も知らなかったわけ。なんかどうやらさ、天ぷら屋さんの有名な店らしいんだけどさ、全然知らなくて。でね、ごちそうしてやるからっていう話。で、じゃあもうそれならっていうのでさ、でももうお腹いっぱいなわけ。もう散々飲み食いして、じゃあ帰ろうかっていうタイミングでそれだからさ、もう全くもって食べる気しないわけよ、天ぷらなんかさ。もうさ、なんなんだよみたいな感じで、もうね、ずーっと店の中にいる間、みんなしてもうさ、文句言ってたよ。同じようにな。もうなんで、だったらその前に行ってた居酒屋なんだったんだろうな。なんだか忘れちゃったけどさ、なんでそこ行ったのとかってさ、なんでこのタイミングでさ、連れてくんのみたいな話でさ。でね、結局、お会計が5万円かなんかしたんだよ。5万円かなんかしたんだよね。で、4人かな ?4 人でいて、で、しかももう散々みんな飲み食いしてるんでさ、もう全然食べれないわけよね。全然食べれないくせにさ、5万円かなんかしてで、カードで支払うとか言ってね。で、カード持ってるんだけど、使ったことが今までなかったらしいんだよ。で、クレジットカードを使ってみたいっていうので、なんかそういうことになったらしいんだよね。だけど、自分で言ったくせによ。自分で言ったくせによ、俺に払わせる気かって。俺に払わせる気かとかって始まってさ、大丈夫、支払いは2ヶ月後だからっつって。みんなして、大丈夫、支払いは2ヶ月後だから大丈夫だよって言ってね、払わせたけど。払わせたけどな。で、その天一っていうお店がさ、なんか確かデザートを出してくれたのかな。なんかすごい不思議だな。なんか昔のお店ってそういう感じなのかな。謎だなと思ったんだけど。で、デザートかなんか出してくれるんだけど、それはまたね、別室というか、待合場的な、レジ前の、ウェイティング席あるじゃんか、ファミレスとかでさ。ね、満席だった場合にね、座って待ってられるようなさ、ちょっとした空間があるじゃんか。なんかそこでね、なんかデザートが出てきたかなみたいなね。なんか謎な感じだったなっていうね。何食べたかな忘れたけど。まあデザートつってもフルーツだった気がするけど、何食べたっけななんかメロンだったか、なんだか、なんかそんなもん食べた気がするよっていうね。思い出。てんたまさん違う、ジャパンさん。天一、丸十ありますね。へえ、丸十っていうのもあるんだ。全然、俺知らないわけよ。ね、だからみんなにこうやってね、教えてもらえるのがね、ライブやってよかったよっていうね、一つの理由ですよ。てんたまさん、贅沢な話や、そうそうそう。贅沢な話をしております。で、ね、まさかそんなとこ行くと思わなかったからさ、で、居酒屋、普通の安い居酒屋でいつも通りね、飲みましょうやっていう話だったしさ。で、私もね、料理教室だからさ、別に普段着っていうの、普通の小汚い格好っつうのしてたわけよね。それでさ、それでそんなお店行くんですかっていうのがさ、まあちょっと肩身が狭いというか、恥ずかしいというか、ねえ、もう、で、ずっと食べてる間文句言ってんちゃうか。みんなしてな。もうほんと恥ずかしい客みたいな感じだったのでね、なんかそんな思い出ですよ。大工さん、はい、LINE でリアストップありがとうございます。てんたまさん、富山のアンテナショップ、冷凍の白エビの、かき揚げも美味しそうです。カインターさん、そうそう、あ、いいね。富山のアンテナショップってどこにあるんだなんかどっかで見た気がするんだけど忘れたな。
なんか日本橋あたりにありそうな気がするんだけど、どこだったかな。ジャパンさん、銀座店ですか？やっぱり銀座のあたりにあるんだね。なんかどこだったっけな。なんかどっかで見た気がするんだけどな。有楽町の交通会館、そっか、交通会館だったらいっぱいあるもんね。あそこに行けば、何かしらあるか。じゃあそこにちょっと行ってみっか、またな。てなわけで、LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。ダイアルカナが出た。ダイアルカナが出て、賢者のカードが出たの。これ、今日私が見た映画、今日私が見た映画みたいなカード出てきちゃった。引き寄せちゃったな。つまりはそういうメッセージだったのかもしれないな。まあそういうメッセージつってもさ、今日見た映画の教訓がさ、なんか結局何なのかっていうのがあんまりよくわかんなくて、で、なんかわかるかなと思って考察動画ないかなと思って探したんだけど、なかった。全然なかった。あれと思ってさ、ねえなと思ってな。どういうことみたいな感じ。で、今日見た映画は、最後の誘惑っていう映画で、イエス・キリストの映画なんだよね。で、その教訓が、結局、教訓的には、なんだろうな。だから昨日の映画とちょっとリンクする部分があるっていうのかな。昨日見た映画は、国家が破綻する日っていう映画で、まあ、それの教訓的には、ちゃんと自分で考える、調べる、流されない、ちゃんと目を見開いて、しっかりね、地に足つけて生きていくのが大事だよっていうのが、昨日の映画の教訓だったんだけど、まあ今日のもさ、その最後の誘惑っていう、要はさ、なんだっけ、アダムとイブの、そこに出てくる蛇の誘惑がキリストのね、十字架に貼り付けになってる時にも出てくるわけよね。で、結局天使だと思ってたんだけど、悪魔だったっていうのが最終的にわかるわけよね。で、みたいな感じ。みたいなね、感じなんだけど、なので、結局は自分でちゃんと、でもそれもね、騙されてるって気づかないで騙されちゃってたっていうことなんでね、情報をきちんと騙されないようにっていう教訓なのかな。だからこれも賢者でしょ。だからそういうことを今言われてんのかもしれないね。国に騙されまくってっかな、日本の国民な。なんだっけ、これ。えっと、ヒ、ヘ、ヘルメス違う、それはエルメスだ。ハーミットだな。ハーミット。ハーミットで出てくるかな。ハーミット、出てこない。タロット。タロットで出てくるか。はい、どうぞ。はい、どうぞってどういうこっちゃ。これでどうだ。忍者、の意味。どこか人目や社会から目を背けるような、一人孤独に自分の内面と向き合っているような印象を持つ忍者のカード、手に持っているランタンに書かれている六芒星の光は、真理へと導くものだとされており、人間の本質とは外部ではなく内面にこそあるのだと示しています。はい。基本解釈、探求、自分と向き合う行為は、過去や自分自身を振り返る尊いもの。
これから歩むべき道についても考えるきっかけになります。ただし一方で主観的な意識にとらわれたり、先入観、偏見の原因になることも、あなたが今どちらの意味で自分自身を掘り下げているのか、正逆で判断していきましょう。はい、今日は正位置ですね。正位置、じゃじゃん、求道者、尊敬の眼差し、安らかな気持ち、心安らかに自分自身としっかり向き合えている状態を表しています。その姿はさもすべて後に通ずる人、悟りを開いた人、修行僧のような雰囲気を周囲に与えているようです。次第に、ただひたすらに理想を追う、求道者のあなたに教えを乞いたいと願う人たちが出てくるでしょう。はい、何でも聞いてください。忍者の状況別解釈、正位置今、現状維持、一人の時間を優先したい、学びを吸収するとき、はい。アドバイス。人に相談する。過去の経験にヒント。考える時間をしっかりとる。終わり終わっちゃった。終わっちゃった。ちょっと他のところも見てみっかね。まとめて解釈、基本、意味。自らの内面と真摯に向き合うことを表すカードで、正位置、キーワード、自己探求。じっと目を開き、耳も塞げば、自分の内面から語りかける声に気づくことができます。正位置の意味は、内面に掘り下げる状態を示しています。だからこそ孤独や迷いを味わうこともありますが、それは決して悪いものではなく、自分をより、成熟させる、栄養です。はい。キーワード、理想の探求、悟り、ひたむきに進む。探求する自己発見、人道的自分と向き合う、深く考える。はい。悩み別、読み解き例、恋愛、語り合い、相手は年上かも。仕事、突き詰める姿が尊敬を集める。対人、関わるなら深い話ができる人。決断、本当に貫きたいこと、専門分野。はい。深読み。左側は過去を表します。忍者に書かれた老人は左を向いており、過ぎ去ったことに思いを馳せている。自分自身の人生だけでなく、人類や宇宙の長い長い歴史にも思いを巡らせている。まとめ、深い内省と悟りのカード。正位置なら、ひたむきに一人で探求する理想を表すカード。忍者はとことん自分と対峙する力があります。正位置の場合は自分のあらゆる側面を認める覚悟を持ちましょう。はい。というわけで、どういうこと？本日のタロットカードの意味調べるの会は、自分のことをよく見てっていうカードかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。天玉さん、高松にもアンテナショップあればないもんなのかね。アンテナショップっていうのは、そうね、東京にあるものなのかもね。いろんな地域のいいものをね、アピールして、ぜひ来てくださいっていう、あれが目的のお店なんで、東京にあるものなのかもしれないな。天玉さん。3時間の映画、そうそうそう。2時間45分だったかな。天玉さん、キリストの映画なら、パッションが何も考えずに見れてよかった。へえ、パッションパッションっていうのがあるのか。パッションどうだ映画で、ね、出さないとダメみたいだな。
映画。20年前の映画だね。最後の12時間を実写的に描く。へえ。さ、十二使徒の一人であるユダの裏切りによって捕らえられる。はい。どこで見られますか？どっかで見られるかね。はい、了解でございます。ありがとうございます。ジャパンさん、占い師なの？あ、さっきのカード？さっきのカードは忍者だね。そうじゃなくて私のこと？私はカード読み取れないからね。カード読み取れればね、占い師にもなれるかもしれないけどね。カード読み取れないんでね、意味調べてるだけだよっていうね、感じで、今日見た映画の話のネタバレする？でも今日見た映画、特になんかネタバレも何っていう感じかな。キリストの映画だもんな。チャムリーさん、白エビ漁、記録的な不良で、あ、そうなの？ハートで見えない。高値に、地雷の影響。高値に、地震の影響か。地雷じゃねえ。地雷じゃねえよ。地震の影響、あ、そうなんだ。そういえば今日地震あったよね。その映画見てる途中で、なんか地震あった気がすんなと思ってさ、なんか揺れてる気がするけどって思ったけど、なんか地震あった気がするけど、どうだ？なんかニュース出てなかったな。西船さん、あ、いや、カニタンさん、そうなんですか？ガーン。ああね、白エビ好きなのにっていうこと？そういえばさ、海苔が高いじゃんか。海苔好きなんだけどさ、やっぱり海苔っていいらしいんだよね。だから海苔好きだしさ、そんな体にいいんだったらさ、海苔もりもり食べたいんだけどって思うんだけどさ、海苔高いじゃんか。で、安いのとさ、高いのとさ、差があるじゃんか。この安いのと高いのの差ってなんだろうなと思ってさ、調べたわけよね。まあ、そしたら、なんか安いのは、まあ、要は農薬使ってるよって話らしいんだよね。農薬使って効率よくね、作ってるよって話で。で、高いやつは農薬使ってないから安心だよってね。そういうことらしいんだよ。でね、海の中で農薬使うんでね、要は環境汚染になるらしいんだよね、安い海苔っていうのは。ってことはやっぱりあれだね、体のためにも、地球のためにもちゃんとした海苔を選びたいよねって思うとさ、高いんだよね。なんとかしてくれ。海苔食べたいんですけど、みたいなね、感じ。ね、なんか北海道ではいろんなものがなんだかね、大量に取れてるみたいだけどな。なんか全国的にはいろんなものが不足っぽい感じよね。不良な感じよね。でも白エビのかき揚げが値上げされるかもそうだね。もう白エビだけに限らずね、今値上げが激しいから、なんかそれのせいで値上げなのか何なのかわかんない感じになりそうな。カニトン。なんか下回んない。カニタンさん、白エビせんべいも好き。ああね、この前、なんだっけ、羽田空港の動画編集してる時にさ、その白エビせんべい売られてたよな。で、期間限定らしくって、その時に何のこったかあんまり把握してなかったわけよ。世の中のことよくわかってないからさ。で、どうやらね、その富山の、なんだ、名物っていうのか、だったみたいでね、期間限定で売られてたみたいだから、そうなのかと思って、なんか買っとけよかったかなってさ、まあよく思うわけよね。だから動画をさ、編集するおかげでさ、普通に歩いて通り過ぎてたら、もうそのまま過ぎ去ってた。
情報がさ、動画に残ってて、後で気になってさ、調べたおかげでさ、だって自分の知識になっていくところがさ、なんか動画撮っててよかったなって思う部分もあったりとか、なかったりとか、まあなくはないか。だからそれのおかげで余計時間かかっちゃうっていうのかな。ただ過ぎ去ってればね、その後違うことに時間を割くことができるのにさ、2倍同じ場所に時間を割くわけよね。そうなると、まあ、いいんだか悪いんだかみたいな部分もあるんだけど、それのおかげでさ、今日ね、やったキュンパス弁当を当選したんでさ、だから、動画編集の時になんだこの検証はっていうのに気がついて、で、それでね、調べて応募したおかげで当選することができたんで、プラスといえばプラスなんだけど、みたいなね、感じ。山本山食べたい。山本山って、なんかね、CM してたから、なんかすぐにパッとイメージは湧くけどさ、実際山本山売られてるのを見た記憶がないんだけど、売られてるのか。手玉さん、海苔とわかめとか、いいものは体にいいですよね。そうそう。日本人にとってね、海藻っていうのは、まあ本当にね、いいものらしいんだよね。で、まあ、わかめも海苔もね、高いけどさ、あーって思いながらね、なんかちびちびだましだまし、時々買っちゃなんか食べてるけどさ、そんなにいいもんだったらもっと食べたいよと思ってな。でもやっぱりそういう海洋汚染の問題とかもあるんでね、なかなか見極めが難しいよな。ジャパンさん。エリセンは名古屋の万博が大好き。名古屋の万博っていうのがあるのか。ーっと、万博で出てくるから。万博、で出てこないか。万博、エビせんべいゆかり。エビせんべい。なんかこのマーク見たことあるね。なんかよくもらい物っていうのかな。職場とかにさ、なんか置いてある気がするね。で、何度か食べたことあるかもしれない。確かにな。これなんかよく見た気がするな。自分で買ったことないけど。名古屋のお土産なのか、これって。天玉さん、紙当選、そうそう。そういうのあっかんな。カニさん、万角の方が色が強いから、アスタキサンチンが多くて健康的だね。確かにな。ジャパンさん、そう、ゆかり。ね、名前ゆかりって言うけど、なんか味ゆかりじゃなかった気がするよな。確かな。違うのかな、ゆかり味のもあるのかな。ゆかりは1枚の約7割に天然エビ、旨味を凝縮。ね、そう、だから名前がゆかりだからゆかり味なのかなと思って食べたら、なんか全然ゆかり味じゃないから、なんかなんだこれって思った気がするんだけど、私の舌がおかしいのか本当はゆかり入ってたのか。ジャパンさん、味はエビせん。そうだよね。名前だけゆかりってやつだったよね。天玉さん、香川は、島州のエビせんべいが有名。島州。島州じゃないのかな。島州、全然違う。でも、島秀。島秀出てきた。島秀。あれだね。ソースせんべい的な感じ。ソースせんべい的な感じだね。ソースせんべいはな、ソースが好きだったな。ソースつけて食べるのが子供の時は好きだったな。こんな感じが、チーズをつけるのか。みんなチーズだな。なんでそんなにチーズを使いたいんだ。はい。
てたまさん、島秀ですね。島秀でございました。西船さん、香川は、ジャンボフェリーが有名。あ、そうなんだね。てたまさん、そう、ジャンボフェリーは有名。そうなんだ。じゃあ、小豆島行くのに、そのジャンボフェリーに乗れるのか、それともジャンボフェリーは値段が高いのか、はい、というわけで。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が、今日は物足りなくないかな。物足りなかったよという方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。じゃあ、ジャンボフェリーは次の機会っていうことになるのかな。小豆島はオリーブラインだね。了解しました。ね、またそれ調べるのも楽しみだね。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。